こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は5月下旬です。前回の動画を撮影してから5日間が経ちました。撮影を行った日の天気は晴れ。気温は朝方は8度にまで下がりましたが、昼には16度にまで上がりました。オープニングの映像は養蜂場の南側の山林の上空からドローンを使って撮っているものです。高度80メートルから養蜂場周辺と養蜂場の北側の山々を遠くに眺望しています。眼下に広がるのは養蜂場の蜂たちが蜜を集めている集蜜圏です。北国の春が深まって木々の緑と牧草の絨毯の萌木色が濃さを増してきました。今回はスズメバチトラップの点検の様子、巣箱の内見の様子、そして環境視察の様子、以上の3つについてお伝えしましょう。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。まずはいきなりですが、スズメバチトラップにこの間一体どのようなものが入ったのかをお知らせします。はい。ここでまず紹介するのは5月20日から5月25日までの5日の間にトラップにかかったスズメバチです。この間に17頭のスズメバチを捕まえました。種ごとに見ると小型スズメバチが10頭、黄色スズメバチが5頭、モンスズメバチが1頭、そしてなんとこの茶色スズメバチが1頭かかっていたのです。茶色スズメバチを普段養蜂場で見かけることはほとんどありません。一般的にも希少種とされています。色彩は赤と黒で縞模様の他の蜂とは大きく異なります。茶色スズメバチの習性の特徴は社会寄生性です。女王蜂が単身で黄色スズメバチやモンスズメバチの巣に乗り込んで、そこの女王蜂に決闘を挑みます。相手の女王蜂を刺し殺した後に、そこで産卵を始めます。その巣にいる別種のスズメバチの働き蜂に自分の卵から孵化した幼虫の世話をさせます。元から巣にいた別種の働き蜂は徐々に死んでいきますから、巣は結局のところ茶色スズメバチに乗っ取られてしまうのです。春のスズメバチ採集については別の動画で改めて総括したいと思います。はい、続いてこの日に行った内見のお話をしましょう。クローバーの花はまだほとんど咲いていません。タンポポの花は枯れ果てたけれども、クローバーはまだ咲いてはいないということで、この時期は蜜源植物のちょっとした葉盛り期にあたっています。おそらくそのせいでしょう。ここ数日間は好天の日が多かったというのに、蜜棒に蜜のたまるペースがどうやらゆっくりなようです。こういう時は蜂の機嫌も悪くなります。刺されないように注意しましょう。ただ、蜜源植物の葉盛り期による集蜜ペースの低下は一時的なことで、むしろ越冬明けからの温暖な気象条件の下では2ヶ月間のスパンで見ると蜜はとても順調に集まっているようです。この巣板では蜜蓋が上から半分ぐらいの巣棒にまですでにかかっており、また蜜でずっしりと重くなっているので、そろそろ蜜を絞ることを検討しなくてはいけないぐらいです。蜜のサンプルを取って果たして採蜜に適しているのかどうかを調べてみます。また働き蜂の数が増えて無駄巣や大台を作り始めていますから、巣板の枚数を増やします。群のこうした順調な成長の背景にも、やはり先ほど言った春先の温暖な気象条件を見ないわけにはいきません。
なお、養蜂場の越冬明けは3月24日でした。そこで、最寄りのアメダス観測所のデータを見ると、4月の平均気温は9度でした。これは、平年の4月の平均気温よりも4度も高く、温暖な春であった昨年よりも、さらに2度高かったのです。また、次に、5月の平均気温を見ると、今年は12度でした。これは平年よりも2度高く、昨年と比べても1度上回っています。こうした飛び抜けて暖かい春の天候の下で、蜂の群がとても順調に成長し、また蜜がどんどんと集まっているのです。昨年の蜜の集まり方を分析した以前の動画の中では、春の暖かさが通年の良い成績につながったと述べました。今年はここまでのところ、その昨年をさらに上回るほどまでに暖かい春です。こうした温暖な春が年間の収蜜量に一体どのような影響を及ぼすことになるのかという点については、年末にまたまとめて考えてみたいと思います。ところで、一つネガティブな話をすると、この養蜂場でもある巣箱で働き蜂の謎の大量死が起こりました。5月上旬から中旬にかけて同じ巣箱で2回大量死が起こりました。天気が関係があるのかどうかは分かりませんが、2回とも雨の日でした。大量死の原因は全く不明なのですが、もしかしたら繊細な自然の微妙なバランスがどこかで崩れてきていることの兆候であるのかもしれません。他の巣箱はもう2段重ねなのですが、大量死の出た群は未だに1段でした。ただ、大量死を乗り越えて働き蜂が増えてきて、無駄巣を作り始めましたので、大量死の巣箱も今2段重ねにします。これは上段にする継ぎ箱です。継ぎ箱に入れる巣板は下の段から選んだものなのですが、女王蜂がついていない巣板を慎重に選び出します。下の段から巣板を3枚抜いたので、代わりに新しい巣板をそこに補充します。下の段に分割板を入れ、角黄板を置き、さらに角黄板の上に上段の継ぎ箱を置きます。これは無駄巣です。無駄巣に溜まった蜜を蜂たちが一生懸命に回収しに来ています。蜂たちが頑張った甲斐あって40分後には無駄巣はもう完全にすっからかんになっていました。はい。今回は最後に養蜂場の南の方の様子を空から見てみます。養蜂場の南側は500メートルほどは草原なのですが、そこから先は山林がこのように遠くまで連なっています。この動画、そして過去何回かの動画のドローン飛行の結果をまとめますと、養蜂場は四方を牧草地の草原に囲まれているのですが、それに加えて南と北とでは草原を越えていった向こう側にさらに奥深い山林が控えているのです。ちなみに、ほぼ正面に山の頂が見えますが、養蜂場からあそこまでの直線距離は約 2km です。そう遠くない距離から判断すると、あの辺りも養蜂場の蜂たちが蜜を集める収蜜圏の範囲内に十分に入っているはずです。ただ、何もあそこまで行かなくても、養蜂場にもっと近い草原や山林にも、ふんだんに蜜源植物があるわけですから、蜂たちは本当にあんなところにまで蜜集めに行っているのでしょうか。それとも、蜜源植物の端境期には、割と遠くにまで探しに行くのでしょうか。こうしたことは、機会があったら、ぜひ調べてみたいことではあります。ただ、あの山や今飛んでいるところの下は、人の通わぬ熊の徘徊する世界です。直接踏み込んで調べるのは、なかなか大変なことです。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録、
高評価で応援していただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう。さようなら。